んな感じですね。普通のトイレとしてちゃんと使えます。じゃあ皆さんこんにちは、ママキャンです。今日はですね、皆さんこういう100均でよくあるタイプのミニトイレを災害用とか非常用に備えてらっしゃると思うんですけれども、これってトイレで台ができないんですよ。絶対非常用の時とか緊急時にお腹壊したりとかして台にしたくなることはあるはずなんですけど、売られてるのって小のタイプなんですよね。なので今日は私が考えた台もできる、そして安くて誰でもすぐに今すぐ実践できる携帯トイレのご紹介をさせていただきたいと思います。チャンネル登録よろしく。まずこういうタイプのトイレってこういう黒いゴミ袋が一つと粉の入ってる袋ですね。でここの部分、女性の場合はこうやって折り返して、でここを前に当てて、でここでトイレするってやつなんですけど、こういう形、男性は抵抗ないと思うんですけど、結構女性は抵抗あると思うんですよ。私は結構ありますね。できることはできると思うんですけど、女性でも使えるここら辺が、口が発泡スチロールで柔らかくなっているので、女性用にもちゃんと考えられて作っているので、これもこれですごく非常用の持ち出しグッズには持っておくべきものかなと思うんですけど、あと1回100円なんですけど、なかなかやっぱり日常使いみたいなのは当たり前なんですけどできなくって、どうしてもトイレ我慢しがちになると思うんです。でも女性の方、特に40代、私みたいな年齢になってくると結構頻尿というか、すぐトイレ行きたくなるんですよね。なので1回100円で毎回備えておくっていうのはコスパ的にもあんまり良くないと思うんですね。じゃじゃーん。これがママキャンがおすすめする非常トイレです。1回分です。で、これのコスパなんですけど、ゴミ袋30リットル、25枚入って100円なので、税抜きで1枚 2.5 円になります。おむつ用の消臭ポリ袋、40枚入って100円ですので、1枚 2.5 円になります。で、ペットシーツ8枚入り100円。1枚の値段は 12.5 円。35枚入りのチャック袋、1枚あたり 2.8 円になります。で、こちらは全部ダイソーで揃う100円商品なので、全部合わせても400円なんですけど、なんとこれを組み合わせた1セットあたり値段が1回22円です。で、このチャック袋、外の袋は使い回しができるので、使い捨て部分だけで計算すると1回あたり19円になります。これが1回分20円なので、1回100円で今まで使っていたものを、これが5回セットで100円になります。税抜きなんですけど、まあ税金は変わったりするので、税金下がらないかなっていう感じです。はい、それでは使い方を説明していきたいと思います。まず、このゴミ袋を広げます。そして広げて、くしゃ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 って癖を作っていきます。はい、これで自立するお丸型のトイレ完成しちゃうんですよ。この袋をこうやって外側に2回くらい折ります。はい。はい。
こうやってくしゃくしゃにして折り目を外側につけて地面に置くだけで、はい、立派にお窓の形に自立します。もうこれだけで良かったんですよね。いろいろごちゃごちゃ買わなくても。で、そこにこうやって表目を両側に来るように2つ折りにして中に入れます。それで女性はちょっと前側少し気持ち高めに折るなどして、はい、実際使うシーンを撮影しますと、こんな感じで和式トイレの要領でまたがります。こんな感じですね。で、女性なるべくちょっと前の方は持ってあげると飛び散らなくていいと思います。よいしょ。で、後ろもちゃんとここまでお尻の下まで来てれば台も問題なくできます。この間やってみました。ちゃんとできました。よいしょ。いや、なんかこんなシーンを撮るのも恥ずかしいんですけど、こうやって後ろにちゃんと落ちてくれるので、ちゃんと大も小もこれでできます。はい、それではかき氷の素を入れて色をつけてあるお水 300ml 用意しました。大体のトイレの商品って 300ml 吸収できてればいいような作りになっているので、それでまあ 300ml もそんな実際は出ないと思うんですけど、まあこれで 300ml 吸うか実験してみたいと思います。じゃあ、はい。今のところまだまだ水が溢れてます。もみもみと。ちょっと多少水が残ってなくもないんですけど、ほぼほぼ吸い取ってくれたかなっていう感じです。結構ギリギリですね。ただ 300ml って結構マックスな量の量だと思うので、普通の1回分だと 200ml とか 150ml だと思うので、こんだけ吸ってればまあ十分かなと思います。外側に折り曲げてあるので、これを内側にして、でちょっと空気を抜いて、しっかり、ここ本当に重要で、結構しっかり口を閉めてください。もう匂いが結構問題なんですよ。はい。介護とか、おむつとか、子育てとかしてる方はご存知だと思うんですけど、今回は小のイメージですけど、ここにも大が加わった場合、悪臭は結構大問題なんですね。なので、この匂いの出ない消臭袋は必ずセットにしておいた方がいいと思います。で、これを入れて、で、この匂いが漏れない袋もきちんと蓋をして二重にすることで、ほぼほぼこれで匂いが漏れなくなりますので、はい。これで燃えるゴミの日に出せる形になります。で、この外袋はまた使い回しできるので、新しい内容物を入れて、で、使ってください。それで、忘れてならないのが、これに、ウェットティッシュとか、お尻拭きのティッシュ。これはセットだと考えてください。で、一応他の、こちらを使う時もそうなんですけど、非常持ち出し袋には、この2つは絶対入ってるものだと思うし、もうこれはマストですね。で、あと目隠しなんですけど、
これも皆さん非常持ち出し袋にこういうアルミブランケットって入れてらっしゃると思うんですよ。でこれはこれで重要なんですけど、おすすめなのがこの保温アルミポンチョ。これが目隠しにいいんじゃないかと思います。というのも今までこのレインポンチョをおすすめしてきてて、これは雨用にも使えるし、これでもいいんですけど、これちょっと薄すぎてすごく中が透けるんですね。なのでまあめったなことではないと思うんですけど、ちょっとその透け感が気になるとおっしゃられる方は、アルミポンチョだったらまず透けないですし、で保温もできるので、こっちの方がいいんじゃないかなと思います。これはもう好き好きでどちらでもなんですけど。はい、それではこういうポンチョの類って一回開くと袋に戻しにくくなってガサガサしてかさばるので開けづらいと思うんですけど、ママキャンが人柱になってこれから実際に試してみたいと思います。まずはレインポンチョの方ですね。はい、結構横がめっちゃ開いてて、どうなんだろう、横から結構丸見えかな。実際またがってみますね。よいしょ。でこんな感じなんですけど、よく丸見えですね。これ前からだと大丈夫なんですけど、よいしょ、横は結構丸見えになってしまいますね。これこうすれば隠れんこともない。一応肉眼では透けると言ってもそこまでじゃないかなと。はい、というわけで体のサイズにもよるんですけど、ちょっと小さいかなっていう。100均のパンツは少し小さい気がしますね。で次アルミポンチョ、これも変わんないかな。これがね、一回開くともう元に戻らないからあんまり開きたくないんですよね。はい、これどうなってるの？いや、なんかかぶっただけですごいなんか汗が出てきそうなポカポカはしてます。ただこれここの首元から下が見えづらいのは難点かも。はい、こんな感じですね。まあ結構上からの視界だったらほぼほぼ遮れるんじゃないかなと思います。ただこれ首から下が見えづらいので、このトイレの位置を自分で調整するのがすごくやりづらいのが難点かも。まあガサガサは言うんですけど、恥ずかしさっていう意味ではこっちの方が体全体が隠れるのでいいかもしれないです。はい、なんとか綺麗に折りたたんで元の袋には収まったんですけど、やっぱりちょっと空気が入ってゴワゴワしました。それでですね、使いやすかったというか着やすかったのはレインポンチョなんですよ。首の周りもちゃんと開いて下が見やすいっていうのでレインポンチョの方が使いやすかったんですけど、ただ横の部分が思った以上にガラ空きで目隠しになるかって言われると結構微妙でした。まあないよりはあった方がいいと思います。でこっちのアルミポンチョなんですけど、目隠し効果はすごく高くて横もしっかり隠れる感じにはなったんですけど、問題は着にくい、結構着るのに時間がかかったりしたので今
見てもらったように広げるのも結構大変で、あんまり力を入れると破けそうみたいな心配があるので、どっちも一長一短かなと。目隠し効果はこっちだし、あと保温効果もあるので、防災用としてどっちか1枚って言ったらこっちなのかなっていう気もするんですけど、ただレインポンチョも必要ですよね。雨が降った時の備えとしてレインポンチョもあってもいいかもしれないんで、ただレインポンチョ本当に横がガラ空きになったりするので、普通にレインコート、白い透明なレインコート100均で売ってますよね。あっちの方を優先して使うとすると、どちらか1枚って言ったら本アルミポンチョかなっていう感じにはなりました。ただ急いでる時にこれすぐ着れるかっていうと、一回あらかじめ開いておかないと開けるのがすごい時間かかりましたね。なので緊急用として使うんだったらちょっとそれが注意点かなって思います。私はレインポンチョは前に3コインズで買った結構、500円のやつなんですけど、500円も出せば割としっかりしてるレインポンチョどっかで手に入ると思うんですよ。でこれだったら前も大きく開いて足元も見えるし、横もボタンで閉じれるので目隠し効果もしっかりやって、こんな感じで500円するし、ちょっとかさばるようにはなるんですけど、しっかりした目隠し効果のあるポンチョっていうのを1枚買っておいた方がいいかもしれません。それで災害用の持ち出し袋とかを背負った状態でちょっと強引ですけど、こうやってリュックを背負った状態でも大判ポンチョだと上からかぶれるので、こんな感じです。なので大判ポンチョは1枚災害用に備えておくのが個人的にはおすすめですね。これがなんかちょっと突き出てる部分があって今収まってないと思うんですけど、あとは避難所みたいにもう常設でトイレスペースを作る場合だと、こういうイージーテントっていうのがあるんですけど、これがセカンドストリートとかワッツとかで売ってる2000円ぐらいのテントなんですね。でこういうテントを1本災害用に入れるか、もしくは子供のいるご家庭だったらこういうポップアップテントって言ってパンって開くテントがあるんですけど、これがフルクローズになるタイプのもので4000円から6000円ぐらいなんですけど、これはもう日常使いできるものなので一つ持っておくと、これを広げてそこのスペースをトイレ塔みたいな感じにして、非常持ち出し袋に入れるんだったらどうしてもポンチョになるんですけど、お家に非常用のテントを備えるんだったらこういうタイプの方をおすすめします。よくトイレ専用のキットで中で立てる背の高いテントがトイレ用で販売されてると思うんですけど、あれ個人的にはおすすめしないんですよ。っていうのもすごく風に弱くて、あれがよく風で飛ばされてるのを見たことがあるんですけど、どうしても背が高いので風に弱いっていうのがあるのと、あと悪目立ちするんですよね。あれはなんだみたいな背が高い分。でこれは背が低いので中でちょっとしゃがまなきゃいけないんですけど、普通のテントなので横に180センチ以上のスペースが取れてればその中で寝ることも可能なので、どうせ備えるんだったら中で寝れることもできるテントを一つ持っておくと、その中でトイレにもなるし、そこで寝て休むこともできるのでおすすめです。はい。でまたねこれ言っちゃうとちょっと怒られるかもしれないんですけど、トイレいろいろ売ってるんですけど、あんまり買わなくていいなと個人的には思ってます。4000円とか6000円とかでいろいろ売ってるんですけど、自治体とか大家族とか施設ではしっかりしたキットを備えた方がいいと思うんですけど、個人だったらこういう蓋付きのバケツ1個あればもうこれでトイレにはできるんですよ。一応こういう蓋付きのトイレを買えばちょっと縁のところが少し丸くなってるので
これを入れて、でこうやってまたがればそんなに痛くない普通のトイレとしてちゃんと使えます。これもですね、これで、はい、こうやってまたがって代用できるトイレになります。家の備えとしてはこういう蓋付きのバケツ1つあって、でこの中にこういうペットシーツとか袋とかそういうのを入れて仕込んでおけば、もうこれで100均でトイレ全部完成するので、個人的にはこれでもう十分じゃないかなって思うんですよ。チャンネル登録よろしく。はい、動画が長くなって恐縮なんですけど、ここからは豆知識も加えてお話ししていきたいと思います。それでセリアさんで売ってるこちらの衣類圧縮袋って言って、チャックの口が60センチ、奥行きが50センチの袋があるんですけど、これをおまるの形にしても、さっきの普通のゴミ袋だけの単体でやってもそんなに変わらないんですけど、こっちの方がよりしっかり形が作れるのかなっていうのと、あとちょっと高さが出せるので、これも100円で100均で買えるので、1枚100円だと考えて、で今までのトイレ考えると安い上に軽いと思うんですね。このおまるにまたこうやって袋をかぶせて、でペットシーツを中に仕込んでおいても、これも軽量のポータブルトイレになります。45リットルのゴミ袋を用意した方がこのサイズのおまるには入ります。でこんだけ大きいと体の大きな人とか男性もやりやすいんじゃないかなって思います。でこれが 47g ですね。トイレ用の凝固剤、こういうのが売ってるんですけど、これ100個セットで3600いくらくらいのやつで1つあたり35円になりました。でペットシーツになると1つあたり 12.5 円でおよそ半額で買えるんですね。なので凝固剤かペットシーツかって言われると、おすすめはペットシーツの方で、コスト的に言ってもこっちの方が安いし、ちょっと音を吸収してくれるとか、やってすぐにこれに吸収が始まるので、匂い漏れも若干こっちの方が少ない気がするんですね。で凝固剤の方が何がいいかっていうと、やっぱりかさばらない、小さいってことなんですよ。でペットシーツこのサイズだと 21g あります。で袋入りの凝固剤で 10g ですね。でなるべくかさばらないっていうものを目指すんだったら凝固剤でいいと思いますし、コスト面を重視される方だったらペットシーツでいいと思います。でこの凝固剤なんですけど、この 8g 入りのやつでちょうど 300ml 吸収できます。さっきのやつと同じですよね。車中泊してるといろいろ食べ残しのものとか、あとトイレ用でも非常用で私は備えがあるんですけど、しょっちゅうキャンプとか車中泊とかしてるんでもない限りは100均ですぐに手に入るし、8枚入りで8回分100円なので、こっちの方がお手軽ではないかと思いますね。だから家にスペースがたくさんある人はペットシーツをドーンと買って、でストックしておくのもいいと思いますし、家にスペースがあんまりなくて備えたいっていう人は凝固剤もいいと思います。2回分だと B5 版になるのかなと思います。でこれを袋に閉じたものが2回分で、私は登山とかはこれで行こうと思います。っていうのも2回分あれば登って降りてって半日分、日帰りだったら十分かなって思うんで、91g ですね。これで100g 切るので、このくらいだったら登山のザックに1つ入れておいても非常用としてすごく使えるんじゃないかなと思います。でこっちの1つずつセットになってるやつを普
2つ入れといてもいいんですけど、まあよく使うので、私はこっちの方の袋に使ってます。この1回分のセットは、常に持って歩いてるカバンの中に1つ忍ばせておきたいものになってきます。で、こういう2回分で、よく使うチャック式のものは、登山とか日帰り旅行の時とかに忍ばせておくものになります。トイレのない場所に行くかもしれないっていう危険性のある時に入れておくといいかなってなります。で、これで目隠しポンチョとか、ウェットティッシュとか、そういうものも含めたフルセットが非常持ち出し用の袋に入れておくものかなっていう感じです。で、こんな感じで必要なパターンに合わせて自分で内容量をカスタマイズできるっていうのが今回のおすすめのポイントです。袋に関してもこういう可愛い袋を使ったり、ポチ袋みたいなものを使うことによって、人に見られてもあんまり恥ずかしくないというか、テンションの下がらない袋になったりできます。あとはね、もう最近100均にも売ってるんですけど、こういう細い消臭力のトイレのちっちゃいやつなんですけど、こういう匂いエチケットみたいなのも、まあ、これは必須ではないんですけど、あっとくといいなって思うのが、やっぱりトイレ処理した後とかに少し匂ったりするんですけど、うちなんかだと狭い車内でトイレをするので、なんかちょっとでも残りがあると気になるなっていう時にはシュッて使ったりしてます。で、やっぱり他の人がいる場所で共有スペースとかを一角区切ってトイレとかにする場合、なんか消臭力的なものがあっておくといいかなって思います。はい、でもあと最終手段なんですけど、これスコップ。土地があるところに限るんですけど、本当にもうこういうトイレセットも全部使い切ってしまったわってなった時には、もう最終的に空き地に穴を掘ってトイレを埋めるっていうことになってくると思うので、野ざらしにしておくと虫とか悪臭とかでその地域がすごくどんどん汚染されてしまうので、なるべく深く土を掘ってそこに埋めておいた方がいいと思います。なので、これも最終手段でスコップも、これはもうマストではないので、長期化した場合になるんですけど、スコップどっかに多分持ってらっしゃる人もいると思うし、穴掘ってくれると思うんですけど、まあ自分用にも一つちっちゃいのを入れておいてもいいかもしれないです。で、先ほどいろいろポンチョをご紹介したんですけど、もしもこういう大型の70リットルとか90リットルとかの大型で真っ黒いゴミ袋っていうのが手に入るんでしたら、これも持っておくといいかもしれないです。で、これは開いて床に敷いて、で、そこで寝たりとか、目隠しに壁を作るみたいなのにも使えるし、これに、首の部分に穴を開けて、手の部分も穴を開けて、これを着ることによってポンチョにするっていうこともできるので、大きな目隠し用のゴミ袋っていうのも余裕がある人は持っておいてもいいと思います。チャンネル登録よろしく。あとこれも本当に補足になるんですけども、普段する方ってたまに使われてらっしゃる方いるんですけど、本当に人のすごくたくさんいるところでトイレがなかなか使えないっていう場合に備えて、こういう大人用のおむつ、非常用の持ち出しに一つ入れておいてもいいかなって思います。ただこれ結構かさばるので、本当に余裕がある人だけ。で、これは履くタイプで、これはパンツの上に貼る大きなナプキンみたいな形ですね。トイレに本当に行けなくって、例えば乳幼児とかをケアしなければいけないとか、その場が離れられない人は、こういうおむつも本当に最終手段になるので、一つ入れておくと、災害時に本当に役に立つシーンが出てくるかもわからないです。例えば移動中、電車に乗ってる時だったり、そういう集団の中にいる時に、どうしてもトイレがしたくなるケースに備えて、こういう大人のおむつとかっていうのも、まあ最終手段でアイデアとしては覚えておいてもいいかもしれないと思います。特にね、頻尿の毛のある人っていうのはこういう備えっていうのがあっとくと助かるかもしれないです。いかがだったでしょうか。本当にママキャンはトイレがすごく近いっていうのもあるし、よくアウトドアするんですけど、なんか汚いトイレが多いっていうのもあるので、もう
車中泊をするときにも必ず毎回 1,2 回ぐらいは車内でポータブルトイレを使ったりとかってして、で結構外で非常用のトイレを使い慣れてきてるので、これご存知の方いるかもしれないんですけど、セリアで買えるレジャーシート用の袋なんですけど、これにいろいろストックを詰めてます。こんなにトイレに関して備えてる人も珍しいんじゃないかなっていう感じでいろいろ集めてるんですけど、今回のようなお話が誰かの役に立って、で備える人が一人でも多くなるのであれば、本当にこの撮影をした甲斐があるなと思います。なのでちょっと長くなって雑多でまとまりきらなくなっててちょっと見づらかったわっておっしゃる方もいらっしゃるかもしれないんですけども、頑張ったねって思われる方はぜひグッドボタンと、トイレネタもまだまだ出していきたいお話もあるんですけど、これの比較の動画とかこれからまたいろいろ語っていきたいなって思いますし、次々とアイデアが湧いて出るので、今回のこれはでも結構ミニマムで低コストで最高のものになってるんじゃないかなって思うので、ぜひこのアイデアを皆さんと共有させていただきたいと思います。それでまたうちのチャンネルはアウトドアしたり車中泊したりっていうのをメインに、いろいろ女性のこういうトイレの問題だったりとか、あと生活で湧いて出たアイデアとかのいろいろなご紹介をしたりっていう結構雑多なチャンネルになってるんですけども、もしも今後も更新をご覧いただけるとおっしゃられる方は、ぜひ、チャンネル登録で応援のほどよろしくお願いします。今回もこのような動画をご覧いただきましてありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。よいしょ。バイバーイ。バイバーイ。チャンネル登録よろしくね。チャンネル登録よろしくね。他の動画も見てね。バイバーイ。